found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は新年明けまして、はい。収録的には。もう動画的にはとっくに上がってる。上がってる。そう。うちらだけ、はいそうですね、新年明けて初めてだっていう、はい、初めての収録になります。なります。なので今日は格安有料カードになります。はい。はい。のコンボ編になります。コンボ編。はい。はい、なんだそれはみたいな。格安で使えるのに、はい、コンボと。たまにカジュアルで、まあ、コンボやってもいいじゃないですかと、はい、やりたい人もいると思うんですよ。まあ僕は結構使いたい側なんですけど、はい、その人のためにね、はい、安いコンボだったら許されんじゃねえかという、俺らの勝手な解釈。まあそうですよね。はい、そこまで安かったらみたいな、はい、なんか何それコモンとコモンみたいな。だからでコンボパーツっていうのは、はい、基本的に高いですから、その時点で。そうなんですよ、はい、みんなが知ってるようなコンボパーツのカードは、はい、その時点でもう今日は紹介されません。もう高いですからね。高いですよね。さっき調べてびっくりしましたからね。逆線棒が。はい。僕も愛用してたんですけどね。もうなんか1000円超えてるという。はい。当時のお釈がね。1000円ぐらいすると。だからそういうことがざらに起きますんで、はいはい、今日はその中でもかなりお安めの。現時点では。もしかしたら今後ね、紹介したことで上がっていくかもしれない。今のうちかもしれないですよね。そうですね。はい。そのコンボの順番なんですが、はい、よく使ってる順になります。まあ我々がね。はい、我々が。はい。まず僕がよく使ってるコンボと言いますか。はい。コンボなのみたいな感じなんですけど。まあ安いですから、はい、ある程度多めに見てもらえればと、はい、思います。まず1枚目は、これは動画でよく出てきます。はい。ソーランの大祭というカードなんですけども、はい、これご存知なかったですよね。あんまそうですね、僕は見かけてなかったです。これはうちの動画では僕が永遠に言い続けてるということで有名な、はい、ソーランの大祭というカードなんですが、はい、これは6マナのラクドスのエンチャントで、まずプレイヤーライフ得られません。はい、で各プレイヤーのアップキープの開始時にそのプレイヤーのライフの端数を切り上げた半分を失う。はい、端数を切り上げたってことは15だったら半分が切り上げで8失うってことですね。そういうことですよね。はい。なんで、失っていきます。はい。これはカジュアルだと結構最終局面です。まあそうですね。これ出したら確かに次元爆弾みたいな。はい。もう数ターン以内に勝負決めるだって。そうなので面白カードとして50円という、はい、安いカードでいいんですが、これがなんとコンボもありまして、はい。これが傷の反射という有名な。このターン失ったライフをそのエンド時に失うというカードなんですよ。はいはいはい。終了ステップに。はい。なので例えばさっきの話ですと15点ありまして、8点失ったら8点失ってその人死亡なんですよ。まあライフ回復しない限り死んじゃうよと。ライフ回復できないんで。あ、そうか、回復できないな。本当だ。じゃあ絶対に無理なんだ。それ2枚コンボなんですよ。じゃあもうそのターンに勝たない限りその人はエンドに負けると。これが6マナと6マナの50円と100円のコンボになります。なるほど。いいコンボですね。でもこれ何がいいかって、はい、両方とも、カジュアルのカードとして有益なんですよ。そうですね。ラクドスでダメージ、稼いでいくようなデッキだったら両方とも強いですからね。そう。だから単品で別にサーチする必要なくて、コンボとしてもたまたま決まったら受けるよねっていう、いいコンボですよね。はい。で今の兼ね合いでこの傷の反射の話があったと思うんですが、はい、それで僕はたまに見かけると言いますか、はい、コンボがあるんですが、無常の秀次という。秀次。はい。これも有名な逃走者のカードなんですが、そうですね。はい。5マナの赤のクリーチャーです。はい。4/3です。はい。タップするとプレイヤーのライフが半分になるっていう。はい。ただ問題が一つあるんですよ。はい。こいつは半数を切り捨てた半分に等しいダメージを与えるんで、つまり奇数だと15点だったら、はい、半分の切り捨てなんで7点だった。7点。はい。
で7点失う14点ということは1点残っちゃうつまり奇数だと決まらないという、はい、これ有名ですよね、これ、はい、まあしょうがないまあでもそこもカジュアルならではのこうなんかご愛嬌みたいなねこれは50円なんで、はい、まあこれも入れてもいいんじゃないかなっていう、いいと思います。これも単体でもいいじゃないですか。はい。これ単体でライフ半分にするっていう、驚異的なこれ全プレイヤーでしたっけ？全プレイヤーです。やばいですね。これやばい。これ楽しくないですか？はい、楽しいカードですね。まあこいつ逃走者にしてもいいぐらいの楽しそうでしょ。こいつ逃走者だったらやばいライフがみたいな、どんどん削れてくみたいな。やりますね。ちょっと今度やるかもしれないです。今ちょっとカジュアルだと楽しそうだなと思いました。まあまあ楽しそうですね。次に僕がよく使ってるコンボなんですけども、反動というカードなんですが、これもうちの動画だとよく出てくるんですよ。はいはいはい。これ200円です。200円。はい。3マナの赤のエンチャントでして、クリーチャーにダメージが与えられるたび、反動はそのクリーチャーのコントローラーにそのダメージと同じ点数のダメージを与える。おー、いいカードですよね、これも。反動が出てる状態で、これ例えば地震みたいなのを打って、1点オールとかになると、2点オールとか3点オールとかになると、そうクリーチャーの数分プレイヤーにダメージが飛ぶという。はい。じゃあトークンをいっぱい並べてる人とかはもう大ダメージを食らってまあ最悪負けちゃうと。そうです。これが何とコンボかって言いますと、いわゆる冒涜の行動ですよね。はい。まあ冒涜の行動を知らない人はあんまりいないと思うんですけど。同窓者やってる方はね結構ね。はい。いわゆる1マナ13点オール。はい。1マナでクリーチャー13点オールっていう1マナじゃないですけど。まあ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 。1マナで13点オールですけどね。はい。これ今200円ぐらいでほぼ売り切れてるんですが。はい。200円と200円ぐらい。3、4体並んでる状態で。反動出てる状態で13点オールを打つと、とんでもない数。まあそうですね。3体いれば39点です、ね。やばいですよ。もう死んでるじゃないですか。もうほぼですよね。そうなんですよ。フェッチ切れない。なので一応まあカジュアルだったらこのコンボでもまあ結構78寄りのコンボではありますよね。まあでもカジュアルでも許されますよね。反動が別にそんなになんか。はい、カジュアル味があるんで正直勝ち合っても飛ぶっていうこれ置いてるだけだったらふーんぐらいになって、これいいですよね。いいと思います。これよく使ってるコンボ、まあコンボっていうほどのものじゃないんですが、まあそれぞれも単品でだから強いですもんね。そうですね。はい。あとはですね、まあちょっと青系のコンボ、先ほど言った逆転棒が使えなくなってしまいまして逆転棒を発表しようかと思ってたんですが、青系のコンボをちょっと絡めたいなと思いまして、よく使うと言いますか、まああんまりカジュアルだとやらないことの方が多いんですが、いわゆるその二重栄翔の魔導士系絡み、まあこれに近いカードが結構、まあ何枚かありますからね。絡みのコンボが、安いです。基本的には、他のコンボパーツも安いです。そうですね。はい。でそれに付随する青のカードとしまして、幽霊の揺らめき。はい。自分がこれ結構好きなんですよ。幽霊の揺らめき。青絡みのねコンボとしましては、幽霊の揺らめきっていうのはよく使えますよね。一応二重栄翔の能力説明しますか？そうですね。説明しなかったですね。二重栄翔は3万22瞬速で場に出た時インスタント呪文かソーサリー呪文をコピーする。チップでインスタントソーサリーをコピーしますと。で幽霊の揺らめきの方は3万のインスタントでアーティファクトやクリーチャーや土地を2つ対象としてそれを追放してその後あなたのコントロールからで戦場に出す。これ何が起こるかと言いますと、3マナ3マナのコンボなんですけど、3マナでチップ誘発でそれをコピーするってことですよね。幽霊の揺らめきをコピーする。で幽霊の揺らめきは土地と二重栄翔を対象に取ることで無限に土地もブリンクできて、二重栄翔もブリンクできると。そうなります。いうことで一応無限マナのコンボ。無限マナに一応なります無限ブリンクにはならない。いや無限ブリンク土地じゃなくて違う、例えばアーティファクトをブリンクしたり、他のチップ持ちクリーチャーをブリンクしたりすることもできるんで。できますよね。だからまず無限マナいきまして、その後に無限
ブリンクをできるってことですよね。そうですよね。はいはいはい。だからかなりガチでも使われることもあるコンボなんですが、なぜかお値段が、まず20栄翔が150円、はい、買えないかもしれないちょっと在庫がねで幽霊の揺らめきが80円、はい、で結構安いコンボなんですよ。はい、幽霊の揺らめき古文なんで本当個人的にはかなりおすすめの1枚です。まあその今説明したこの2枚のカードでコンボなんですが、単品それぞれがコンボパーツとしていろんなコンボの役割を果たしてるっていう、ブリンクは便利ですことですよね。はい、この2枚は結構有名な格安のカードということになりますかね。幽霊の揺らめきもちなみに結構近いカードがもう1枚あるんで、なるほど、お互いに 2枚以上ずつぐらいは多分あると思うんで、パーツ自体はあると思います。K の系のカードがあります。はい、はい、次はですね、うちの身内でよく出てくるじゃんっていう1万円でやっててよく出てくる系のコンボはこの先導者オレリアというカードになるんですが、はい、こいつは6マナボロスの 3,4 飛行警戒速攻です。はい、でこいつが最初に攻撃するたび、あなたがコントロールする全てのクリーチャーをアンタップしてこのフェーズの後に追加の戦闘フェーズを加える、はい、いわゆる追加戦闘のカードです。はい、これだけだと何か分かりませんが、はい、家庭と故郷の剣というのがあるんですが、はい、まあ御堂城剣、そうですね、御堂城剣ですね、はい、御堂城剣なんてあったんだみたいな、はい、ことを思われる方いるかもしれませんが、いわゆる緑と白のプロテクションの剣なんですけど、サンマーの装備品で、戦闘ダメージを与えるたびクリーチャー最大1体をブリンク追放してその後出てくるんですよね。はい、で気温プラスそう気温と血を1枚探せると、はい、で両方やっていいと、はい、で何が起こるかと言いますと、オレリアがアタック通りました、で追加戦闘が起こります、ブリンクします、はい、もう一回出てきました、はい、こいつがこのターンに最初に攻撃するならなので、はい、無限戦闘がいけると、はい、いうことですよね。新しいオブジェクトになると、そうですよね。なので無限戦闘のかなり安いオレリアが500円、はい、で家庭と故郷の剣が400円、うん、これは何がいいかと言いますと、はい、両方とも使えるということですまあやっぱコンボパーツってどうしても専用になりがちなんですけど、やっぱ強い方がもちろんいいですからね。単独ではい、役割を果たしてるということが、格安だと意味をなすということなんですよね。はい、はい、なのでこれおすすめなので、はい、このコンボを使ってください。はい、ボロスだったらよくありますかね。うん、であと次は無限戦闘系で言いますと、はい、僕がよく見かけるのがやっぱ追い打ちというカードなんですね。はい、これがサンマーのエンチャントで、これは結構有名なコンボパーツです。うん、400円なんですけども、5マナ払えば追加戦闘できますよ。はい、簡単に言いますと、はいはい、まあまあまあ大体そうですよね。そうですよね。はいはい、なので要は5マナを戦闘で生み出せるクリーチャーがいれば無限戦闘なんですよ。そうですね。はい、そうですよね。5マナを生み出せるクリーチャーって結構いるんですよ。まあ何かしらの条件を満たせばって、ありますよね。結構重かったりするんですけどね、そういうところは。はいはいはい。例えばネヘブとか単体で5マナ普通に行きますからね。うんうん、例えばですよ。例えば、もう本当にいっぱいいますからね。いっぱいいますから。条件満たせ。あと装備品とかでね、生み出せるやつもいるんで。宝物生み出してもいいわけですからね。うん、そうですよね。本当に5マナを生み出しさえすれば何でもいいので、これはよく見かける、カジュアルでも結構見かけますよね。まあ普通に強いですからね、これも。はい、だからもうオープンリーチしてるのと一緒なので、はい、5マナを生み出せるクリーチャーを除去すればこれ止められるコンボなんですよ、これは。はい、なのでそこまで別にヘイトも上がらないと言いますか、まあ戦闘回数るコンボですからね、これは。はい、で単純にですよ、はい、コンボじゃないとしても強いんですよ。あ、まあそうですね。これ5マナ払って追加戦闘してるっていう、うん、そうこれ意外と普通に強いっていう、カジュアルで考えて普通にまあいいじゃんっていうカードなんですよ。まあ、追加戦闘自体がそれなりに強いですからね。強いですね。なのでこれおすすめです。はい、これ400円なので、はいはい、買ってください。で次はですね、まあ、これもたまに見かけるかなぐらいの
カードなんですが、墓所倍、はい、墓所倍が一応安かったということでたまに見かけるかなということで、墓所倍がだいたい500円とか600円とかで買えると思うんですが、はい、一応墓所倍の能力説明しておきますと、はい、1マナの21のゾンビです、イニストラドリマスターで帰ってくるみたいです、はい、でまずこいつブロックできません、はい、ブロックしてるとこ見たことないですそりゃそうだそれどころかできないから攻撃してるとこもあんま見たことないっていう昔はでもあれですよ、スタンダードとかだと結構ビートダウンしてた確かにで、あなたがゾンビをコントロールしている限り墓所倍はあなたの墓地から唱えてもよい、はい、ということなんで、ゾンビを仮にコントロールしている状態でこいつが要は無限ループするっていうコンボがあるということですよね。はい、サクリ代さえあれば1マナ払って無限に墓地から出せるよと、いうことですよね。はい。いわゆるファイアクションの釘代と無限コンボなんですが、ちょっとファイアクションの釘代がちょっと高いっていう。もちろんあれは高いに決まってるじゃないですかいうことで、他に何かないかなと探してきましたところ、まずサクリ代なんて探せば黒なんでね無職でもいろいろいっぱいあるじゃないですか。ね、はい、なんとかなるんで、いっぱいありますんで、まず一番相性がいいカードとしまして屋根の上の嵐というカードがあるんですが、青6マナのエンチャントでして、あなたが唱えるゾンビクリーチャー呪文のマナコストを支払うのではなく0マナを支払ってもよい、ということなんで、さっきの1マナを生み出さなくてもサクリ代さえあれば、ずっと永遠にループできると。はい、そうなります。ゾンビって大体青黒なんですよ。そうですね。カジュアルだったりですよ。青黒、そうですね。青黒以外あんまりないですよね。ないですよね。いわゆるゾンビデッキでよく使うこの屋根の上の嵐。はい。でこのカード単品としても優秀なわけじゃないですか。ゾンビデッキだったら全然入れていいと思います。これが100円で買えますんで、これがゾンビとして有用なカードになるんですが、その中でライオンさんが1枚こんなカードがありますよと、探してくれたカードがありまして、巣穴の魂商人、みたいな初めて見ました、僕は。3マナの33のクリーチャーゾンビで1点支払って生贄捧げると宝物トークンを1個生成できると。これだからファイレクシャーの釘代だとライブは言っちゃうけどファイレクシャーの釘代とほぼ同じことができるクリーチャーってことですよね。それが300円で買えちゃうと。300円です。ライブが減っていくから、例えば血の芸術家、みたいなものがあれば、なんとか補って無限にループできるという。最悪自分のライブを削って宝物いっぱい出してトークも出してみたいなことすれば、ライフ半分ぐらいのトークが出せるでしょうから、できますからね。いいですよね。そんな感じになりますかね。カジュアルだったら結構使うよりのゾンビのコンボという形になるんでしょうか。で最後にですが、これはライオンさんが探してきてくれたでも知ってる方はいるかもしれないですけどね。本当ですか。結構安め、初めて知りました僕はまず歯と爪が安いというところに目をつけたみたいでして、安かったんですよ昔もっと高かったですよねこれって思って歯と爪が、400円だと。基本的にはライブラリーから、緑のクリーチャーですかこれ。緑じゃなくても大丈夫なはず。基本的にはライブラリーからクリーチャーを2体を場に出すっていうことですよね。7マナの。でも掃除で打たなきゃいけないんで実質9マナ。9マナ9マナで2体クリーチャー出すというとんでもねえカードを400円で買えちゃう。今400円なんですねこれ。本当打ったら勝ちますよ。大体打ったら勝ちますよね9マナですからね。でそれがなんと緑で何を持ってくんだと。緑単だとなかなかやっぱコンボって難しいんで、っていうところで、なんか探してきたら、ありましたと、いうことで、気ぜた小道の住人っていうカードがありまして、知らないんですよね。こちらは他の緑のクリーチャーが1体出るたび、いずれかのクリーチャーにプラス1カウンターを1個乗っけられるというカードになってます。こちら30円。なるほど。もしくは20円とかでも買えるかな。まだ何が起こるか分かんないですよね。まだ何が起こるか分かんない。ただ、カウンター乗っけられるだけだと。で、これに加えて、モダンホライゾン2で出てきた、従軍のベイロスというカードがあります。こちら50円で買えます。なるほど、安いぞ。あんこも。30円、50円。で、こちらが、これの上にプラス1カウンターが1個乗るたびに、緑の44のビーストが出ると。なんで、
出ました、先ほどのキズタの効果でプラ1カウンターをベイロスに寄せます、トークンが出ます、トークンが出たのでまたキズタの方の能力が誘発してベイロスにプラス1カウンター乗ります、乗ったんでトークンが出ますということで、無限にトークンを増やせてベイロスの上に無限にプラ1カウンターを乗っけることができます。クリちゃん2枚コンボだと一応2枚コンボですはい。ただ即座に勝てないんですけど無限トークン無限パワーには一応なります。なるほどなるほど、だいたいクリーチャー2枚コンボって言ったらキキジキ絡みなんですけど、キキジキ絡みはちょっとキキジキがお値段高いということでどうしてもねしちゃうんで、でクリーチャー2枚安いので探すと、この2枚があると。これ1万円制約でもほとんど100円とかでスペースあるんで確かにめっちゃ強いですね。これらのコンボをよかったら使ってみてくださいと、使ってみてください形になりますかね。そんな感じでいろいろコンボ紹介していったんですけどいかがだったですか。闘争者で、コンボやるっていうなるとやっぱまずは闘争者、自身の効果も生かしたいっていうところもあるのでいろいろ探してみて、さらに普通に使えるコンボも入れておくと便利になることもあるかなと思います。あと単体で強いっていうのがまず重要になってくれますので、結構重要だね。あと戦闘に強いコンボっていうのが重要になってくると思いますんで、カジュアルだとよかったら入れてみてください。あと高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。良さげなコンボをコメントいただけますとありがたいのでよろしくお願いします。そうですね。今回の動画は以上になります。おしまい。